速い MacBook の中でオフラインで動いちゃいます。 120fps 維持してます。ファンはかなり回りやすい印象。めっちゃ速いな M5Max。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、3月に発売された M5Max チップ搭載の MacBook Pro。こちら実際に2ヶ月間毎日使ってみたので、今まで使ってた M4Max の Mac Studio と比べてどうだったのか紹介していきます。早速チェックしていきましょう。そうしたらまずは今回レビューする MacBook Pro のスペックについて紹介していきます。今回のモデルは M5Max チップ搭載の14インチ MacBook Pro のスペースブラック。で、M5Max チップを搭載してるんですけども、M5Max チップの中で上位の40コア GPU のモデル。そしてメモリに関しては驚異の 128GB。ストレージも 8TB ということで、全て最強モデルになっています。ディスプレイもナノテクスチャーディスプレイでオプション搭載。こちらの価格なんと111万8800円ということで、約112万円の MacBook Pro になります。こちら Apple から借りている機種になります。そしてもう一つ比較していくのが M4Max チップ搭載の Mac Studio。こちらは M4Max の下のモデル、32コア GPU のモデルになっていて、メモリは 36GB、ストレージ 512GB、吊るしモデルの Mac Studio になっています。で、こちら価格は32万8800円。この2機種で実際に M4Max と M5Max はどのくらい違いがあるのかチェックしていきましょう。続いてはベンチマークスコアの方をチェックしていきます。これは性能を数値化するベンチマークになっています。左が M4Max の Mac Studio、右が M5Max の MacBook Pro になります。まずシングルコアに関しては3891から4166、1割アップぐらい。基本的には M5 無印とか M4 無印のシングルスコアと大体一緒のスコアになってきます。マルチコアに関してはこの CPU のコア数とか関係あるので、ここ結構変わっていて、22943から29091、大体25% ぐらい性能が上がってる形になります。こうやってチェックすると CPU コアが14コアから18コアになってたりするので、1コアあたりも増えてるし、コア数も増えて性能が上がってる形になります。で、この CPU 性能どのプロセッサーと一緒かというと、シングルコアに関しては現状ある CPU の中で最速になっています。これ結構 Apple の強みです。で、マルチコアに関しては29091は、これもほぼ最強レベルですね。大前スレッドリッパープロ 9985WXS と 9975WXの間になっています。で、この AMD に関しては64コアで31343になっているので、1コアあたりの性能っていうのは Mac かなり高くなっています。コア数が多くなればなるほど消費電力とかも上がってくるので、消費電力が少なく性能を出せるっていうのが Apple Silicon の魅力になっています。で、あとこちらね、デスクトップ向けの CPU なんで、そういうのを考えてもノート PC の中で最速なのは M5Max になっています。続いて GPU スコアがこちら。M4Max が15万8996に対して M5Max は22万8532、約 43% アップになっています。なので GPU 性能に関してはかなり強化されています。で、冷却に関しては Mac Studio の方が強くなってるんですけども、このベンチマークぐらいだと冷却性能の差っていうのは出てきてません。で、この M5Max のメタルスコア、どの Mac と同じかというと、メタルスコア22万8532は M2 Ultra と M3 Ultra の中間になっています。M2 Ultra に近いかな。ただね、2023年の M2 Ultra、M2 Max を2つくっつけたモデルよりも高い GPU 性能があるということで M5Max かなり強くなっています。続いて OpenCL スコア。基本的には最近メタルの対応のソフトが多いんで、これはあんまり気にしなくていいんですけども、Windows と比較するときに使えるスコアになっています。こちらが M4Max10 万2289から14万4915。これは約 41% アップになります。で、この M5Max の14万4915は Windows のどの GPU と同じなのかというと、これは結構下がっていて、だいたいこの辺ですね。NVIDIA GeForce RTX 2080Ti とほぼ同じ。5060Ti と同じくらいですね。で、これをノートパソコンに積んでいると。メタルの方が最適化されているので、これよりも高い性能が出るっていう認識でいいと思います。で、消費電力もかなり少なくなっています。続いては AI のベンチマーク。こちらはニューラルエンジンって言って専用の AI 回路でベンチマークした結果になります。で、こちらそれぞれのスコアの特徴を紹介していくと、このシングルに関しては高精度な演算が必要なスコアになります。これはあんまり一般的には使わないですね。で、このハーフが標準的に使う AI のスコアになっていて、こちら一般的な AI アプリだったり、あと写真編集なんかにも使われる。あと手ブレ補正とか、そういった AI 性能もこちらになると思います。で、こちらのクオンタイズドがリアルタイムで演算、すぐに回答を出せる、高速処理みたいな、そんな感じになっています。なので基本的にはこのハーフが一番大事っていう認識でいいと思います。僕よく AI で文字起こしやってるんですけども、それもこのハーフプレシジョンが作業してると思います。ということで、それぞれのスコアを見て
ていくと、シングルはね若干減ってるけど、これは誤差なのかな。でハーフに関しては37,311から48,210、これ結構上がってます。でクォンタイズドも5756から65,622、これも 30% ぐらい上がってますね。なのでニューラルエンジンの AI 性能っていうのもかなり強化されています。ただ僕はね文字起こしとかこのニューラルエンジンじゃなくて GPU 処理でやってますね。 GPU の方が早いんで、これが両方とも GPU になっています。シングルはだいたい 50% アップみたいな感じで、ハーフに関しては約2倍ですね。かなり AI 性能強化されてます。でクォンタイズドは 21,760 から 42,535、これもほぼ2倍ぐらいいってますね。なので AI 性能もものによると思うんですけども、2倍速ぐらいいっててもおかしくないんじゃないかなという感じのスコアになりました。ということで実際に動画編集だったり文字起こしだったり、あとは今回のモデルなんとメモリ 128GB あるので LLM とかを動かしてどのぐらいの速度で動くのかっていうのをチェックしていきます。続いてディスクスピードの結果がこちら。 M4Max はリード6000、ライト5000に対して M5Max はリード13,700、ライト17,400ということでかなり速くなっています。でこのリードとかライトどんな時に役に立つのかというと、やっぱ大容量のファイルを書き込んだり読み取ったりする時。そしたら続いては AI 性能を比較していきます。今回 MacWhisper という AI での文字起こしアプリを使って実際にどのくらい速度が違うのか検証していきます。モデルに関しては Whisper Turboを使用、 GPU で回していきます。全く同じ約10分のファイルを読み込んでスタート。M5 はめっちゃ速いな。 M5Max こんな感じでリアルタイムで見ていくとM5Max 終わった。M4Max も終わった。ちょっと早すぎるな。で、実際に速度どのぐらいだったのかというと、M4Max は21秒で終わって、スピードが約26倍速で文字起こしができました。それに対して M5Max は16秒で終わって、スピードは 33.5 倍速。7倍速ぐらい速くなりました。で、これ、今ターボでやったんで、ちょっと遅いモデル、ラージ V2 にしてみます。もう一回、せーの、ポン。やっぱ M5Max の方が出るの圧倒的に早いですね。はい、M5Max 終わり。でその状態でまだ 90% ぐらい、残り8秒。はい、M4Max 終わり。M4Max が53秒で終わって、スピードは 10.5 倍速。M5Max は46秒で終わって 12.1 倍速。20% ぐらい速いって感じ。でね、今ファンの音は M5Max の MacBook Pro かなり回ってますね。続いては今回の MacBook Pro、メモリが 128GB あるので、LM Studio を使って実際にどのぐらい大規模言語モデルが動くのかチェックしていきます。まずは GPT-OSS20 ビリオン。容量は 11.27GB。こちらを読み込んでいきます。読み込みました。この状態でメモリの空き容量は 81.8GB 余裕。今使ってるモデルは何ですか？ GPT-4O です。おすすめの動画編集ソフトある？早いね。早い。で、今ね、電力は 128W 使ってます。こんな感じで普通にチャット GPT で聞く並みの動作速度になってます。この中で一番効率よく編集できるソフトはこっち。早い。むしろチャット GPT とかより早いぐらいの感じあります。で、内容もこんな感じで、精度も良さそう。これが MacBook の中でオフラインで動いちゃいます。で、これが今20ビリオンで、メモリ 12.29GB しか使ってないんですけども、こちらの GPT-OSS120 ビリオン、こちら 59.03GB あるので、こちらを読み込んでいきます。はい、読み込めてるはず。よし、じゃあこれでチャットしていきます。モデルが重ければ重いほど動作も遅くなってくるんで、全く同じやつやりましょう。おすすめの動画編集ソフトある。これでいきます。ポチ。ちょっとコイル鳴きみたいなのするかもな。普通に速いな、こっちでも。全然普通に使えるぐらいの速度感。電力は 100W ぐらい。内容もいい感じだね。読み込みが入って、こんな感じの出力。これが MacBook Pro でオフラインでできてます。オンデバイス上で動いてます。ちゃんと Final Cut でどうやって高速編集するか、DaVinci Resolve だとどうなるか、作業時間を半減させる裏技5000。こんな感じでネット環境がない状態でも ChatGPT を MacBook Pro 上で動かすことなんかもできます。ちなみにこれロードしてる状態だと 59.61GB メモリを使用しています。なのでオンデバイスで AI を動かしたいっていう人はメモリはやっぱり 128GB ぐらいあるとかなり安心だと思います。続いて動画の編集はどのくらい違うのかチェックしていきましょう。編集に関してはね、もうこの M5Max で何本か動画作ったんですけども、編集の快適さっていうのは M4Max と基本的には変わらなかったですね。全く同じプロジェクトで再生していきます。
1倍 4K60 で撮影していて、レイヤーは3つ重なってるところもあります。ここが 4K60 の動画3本に調整レイヤーでちょっと色編集してテロップを2個っていう感じの素材になっています。これで1倍速、もうこれは余裕、2倍速、もうこれも余裕、3倍。まあこれは両方ともカクつくんだね。やっぱこのメディアエンジンが何個入ってるか、それによって何本動画を再生できるかっていうのは決まってると思います。なのでこの辺は両方ともカクつくのは変わんないですね。4K60fps3 本を2倍速だったらいけます。3倍速だと厳しいかなっていう感じ。まあでもちょっとカクつくだけで再生自体は全然できます。4倍。で GPU も今 45% くらいですね、使用率は。でこの最後のアニメーションの重さ、1、2、3。一緒か。1倍は余裕。2倍。2倍もいける。3倍。3倍もいけるね。4倍。4倍もいけるね。まあ、両方とも MAX チップを搭載しているのであれば、基本的に編集の快適さっていうのは一緒になっています。そしたら動画の書き出しチェックしていきましょう。4K60 コマの動画で、動画時間は15分39秒。4K60 の動画を3レイヤー重なってるところがあったり、あとは最後の方、美肌補正のプラグインも入れてみたので、GPU 性能の差とかもここで出てくると思います。そしたら書き出し同時に開始していきます。せーの。ポチでね、今 MacBook Pro に関してはファンがかなり、落としていて、ファン 100% で回転しています。回転速度はだいたい 5000rpm ぐらい。今回しばらく M5Max の MacBook Pro を使ってるんですけども、14インチっていう小さいサイズのせいなのか、ファンはかなり回りやすい印象です。なので個人的には M5Max の上位モデルのチップにするんであれば、14インチじゃなくて16インチ買う方が個人的にはいいのかなと思ってます。はい、今2分半経過して M4Max は 33%、M5Max は 39%、 結構差が出てきました。今6分11秒経ったんですけども、 M4Max が 77%、M5Max が 72% になってる。 Mac Studio の方はサーマルスロットリング全くかかってなくて、 M5Max の MacBook Pro だとここサーマルプレッシャーモデレートになってるので、発熱問題でちょっと遅くなってるって感じかな。両方とも書き出し終わりました。で、書き出し終わったら MacBook Pro ノミナルになったので、もうエフェクトとかやってるとやっぱり書き出し中にサーマルスロットリングは起きちゃうのかも。ちょっとファン最大に固定したので、これでもう一回やってみます。ファン最大にしてみたんですけども、結果は変わらず、プロジェクト素材を3レイヤーから1レイヤーのものに変えたら M5Max の方が早く書き出しできました。そうしたら続いては名調の方をやっていきましょう。右上に解像度とか FPS 表示しています。名調起動した瞬間にファンめちゃめちゃ回り出しました。今ね、設定に関してはグラフィックプリセットを最大にして、画面モードはフルスクリーン、解像度はだいたい 4K ちょっと超えてるぐらいですね。で、メタル FX オンで最大フレームレートは120、垂直同期だけオフにして、基本的には全部最大の状態にしています。なので一番重い状態ですね。で、画質に関してはめちゃめちゃ綺麗。名調に関してはね、そんな進んでなかったりするので、あんまり重いシーンとかにはいけないんですけども、こういったね、水の反射とかかなり綺麗になっています。で、この状態で FPS はだいたい100前後ですね。98、97とかになっています。で、メタル FX って結構重い処理になりがちなので、メタル FX だけオフにしてみます。こちらをオフにして、これだと、でもそんな変わんないか。FPS はだいたい96とかって感じです。そしたら、ここからグラフィックプリセットをバランスにしてあげて、FPS だけ120。これでやってみます。120。下がるときは下がるか。ちょっとサーマルスロットリング起きてるのかチェックしてみようかな。サーマルスロットリングヘビーになってますね。なので、これがサーマルスロットリング起きてる状態での動作っていう感じです。でも 70fps ぐらいは出てる感じかな。で、これでファンの速度を手動で 100% にしてみます。7700回転。そうすれば FPS 上がりそうな気がする。だんだん温度が下がってきてます。FPS 上がってきた。90、105までいったな。これでサーマルスロットリングは、ヘビーのままだけど、ちょっといい感じになった気がするな。サーマルプレッシャーモデレートになりました。これで中間ぐらいのサーマルスロットリングっていう感じ。で、FPS は110、100超えるぐらい。だいたい20ぐらい上がって、バランス重視でもだいたい100超えるぐらいっていう感じです。で、パフォーマンス優先で120フレーム。これでも全然画質綺麗だ。この状態だともうほぼほぼ120フレーム貼り付きっていう感じです。115とか、こんな感じなので、ファンをぶん回せばいけるけど、ゲームをやるんであればやっぱり16インチの方が熱には強いかなっていう感じでは思います。サーマルは
モデレートのままで、もう一回グラフィック優先の 120fps、最高画質でやると90とかっていう感じになります。ただ解像度はこれ 4K になってるんで、 4K でここまで出ればかなり十分なゲーム性能になってると思います。ちょっと録画もしながらやってみます。 OBS 起動して画面録画で、もしかしたら縦切れてるかもしれないんですけども、画面収録しながら今名調を最高画質でやってる感じはこんな感じです。 FPS75 とかかな、80ぐらい出ます。これ 4K です。ちょっと水があるとこ行ってみようか。60、でも60フレームは維持できそうな感じですね。ゲームをやるっていう人だと16インチの方が耐熱性能は高いと思います。画面収録しながらウルトラパフォーマンスで120フレームだったら、これはいけそうだな。 FPS119、ほぼほぼ120貼り付きだ。でもこれでも正直画質めちゃめちゃ綺麗だけどな。なのでゲーム配信しながら 120fps 貼り付き維持できそうな気はするけど、どうだろう。ウルトラパフォーマンスでも全然いいと思います。こんな感じでエフェクト多数でも 120fps 維持してます。ちなみに今 OBS で画面収録してる感じ。という感じでゲームもかなり快適です。ということでいかがでしたでしょうか。 M5Max チップ搭載の MacBook Pro 14インチ。実際に使ってみた感じね、この M5Max の MacBook Pro かなり満足してるんですけども、やっぱり M5Max チップを買う人、さらに上位モデルだったらなおさらこの14インチを買うよりも16インチの方が断然いいと思います。やっぱこの14インチの小さい筐体だと M5Max チップを冷やしきれてないっていう印象があります。ただ Max チップならではのエンコードエンジンが2つ搭載されていたりして、動画の書き出しとかはかなり速くなってるので、動画の書き出しを早くしたいけど GPU 処理をあんま使わない、重いエフェクトは使わないっていう方だったらこの14インチでもいいと思います。で、特にね個人的に一番気に入ったのがやっぱりね大容量の SSD。これはねめちゃめちゃ快適だなと思いました。やっぱ 1TB モデルとかを使ってくるとだんだん SSD 容量が減ってきてファイルの整理っていうのが必要なんですけども、この 2TB とか 4TB モデルを買うことによってデータの整理っていうのがほとんど必要なくなるので、 MacBook で動画編集とか重いファイルをいっぱい使っていくっていう方は大容量の SSD 積むのかなりおすすめになっています。他にもこちらメモリが 128GB なんですけども、 128GB も結構いいですね。スワップするっていうことがかなり少なかったです。そうだな、個人的な使い方であれば 96GB ぐらいが一番ちょうどいいかなっていう感じになってます。特に個人的にこのメモリの容量が生きてくるのが Chrome のタブですね。Chrome のウィンドウめちゃめちゃ開いてて、これは後でやるからタブを開いてこうっていうことが多いんですけども、そういった時にもこういった大容量メモリがあると開きっぱなしでもパフォーマンスが落ちないので、そういった点もねこの 128GB にして快適だなと思うポイントでした。なのでM5Max もいいけど、個人的には大容量メモリ、そして大容量ストレージっていうのがかなり快適だと思いました。あと MacBook Pro っていうのは今までずっとシルバーを選んできてたんですけども、このスペースブラック結構いいですね。普通にかっこいい。最近ねこの AirPods Max とかもシルバーがなくなってスターライトになったり、これミッドナイトの色なんですけども、そういったね黒系に Apple 結構力入れてる感じがあるので、黒を選ぶっていうのも結構いいと思います。普通に黒い MacBook もかっこいいです。ただ指紋はシルバーよりは目立つかな。でもMacBook Air のミッドナイトよりは指紋目立ちにくい感じです。あとはこのナノテクスチャーのパネル、こちらに関してもかなり快適ですね。やっぱり MacBook のディスプレイって反射が多いと思うんですけど、反射がないだけで周りの情報とか入ってこなかったり、あと外とかでも見やすいので MacBook に関してはナノテクスチャーのオプションっていうのはかなりいい選択肢になってると思います。ただねやっぱりよく見ると通常のディスプレイよりかはちょっとアンチグレアのこのつぶつぶ感っていうのがあるので、高画質を重視するんだったら通常のディスプレイ、反射を防止して見やすいディスプレイにするんだったらナノテクスチャーにするのがおすすめです。あとね今これ JIS キーを借りて使ってるんですけども、 JIS キーもねカラビナエレメンツっていうアプリを入れることによっていろいろとねキーボードのボタンをカスタマイズして今 JIS でも通常通り使えるようになってます。あとサンダーボルト5に関しても個人的にはサンダーボルト4と比べてかなり進化してると思ってて、この辺はね次新しく発売されたスタジオディスプレイのレビュー動画で紹介していくので、そちらもお楽しみに。ということで M5Max の MacBook Pro かなり気に入って使ってます。14インチで M5Max 買うんだったら下のモデルでいいと思います。その分メモリとかストレージを増やしてあげるのがおすすめです。みんなは何の MacBook 使ってるかよかったらコメントで教えてください。以上、バイバイ。